来ました。リスボンに到着しましたよ。ここから地下鉄に乗り換えができそうです。よいしょ。上がってきた。めっちゃ近かった。これはリスボンの例のトラムだね。リスボン来た感じするね。すげえ並んでるよ。諦めてウーバー捕まえました。ホテル着きました。トラムじゃなくてあのミニバンを捕まえればよかったみたい。どこだな。今回宿泊するのはゲストハウスで、お風呂やトイレはまた別のお部屋にあります。ちょっとしたベランダもあって、反対側もゲストハウスかな。トイレは廊下を挟んでこういう感じ。奥にシャワーかなですね。ホテル前のバス停からバスに乗ってレストランに向かいます。すごい出店いい感じやん。なんか燻製のいい匂いするよ。ホットワイン、ビア、ベリーグッドフード。これあれか、ガイドブックで見るやつ。バイバーイ。おお、ここ路面電車走るって思うとスレスレだよね。ポルトもリスボンも坂道多め、階段多め。あれが例のエスカレーター。すごい行列できてるのが見える。これを置いといて先に進もう。本日のお店、ドイスアルコス。かなり日本人いました。人気店だね。2軒目、ちょっとデザート食べにやってみよう。帰りはバスで帰ります。どうやらこれに乗るみたいよ。
車内はとてもレトロであります。よいしょ。こうして無事ホテル帰ってきました。おはようございます。今日はシントラに行こうと思います。ちょっと遠出になるので早起きしました。本数めっちゃあるんだよね、系統が。この蹄鉄の入り口が目印のロシオ駅、ここからシントラ駅の電車が出ています。シントラ駅のチケットは券売機でも買えるし、窓口でも買えるというスタイルですね。Thank you. And the next train to Sintra is 901. 901. Okay, thank you. シントラ着きました。Good morning. Would you like to make it? The house can go in and out in any stop and come back, or you pay one way for first time. あれはシントラの街並みかな。シントラ。だいぶ中まで入ってきたところでチケット見せるのね。もうすぐ頂上。登り終えるその前に振り返るとすごいね。こう抜けましてと、おお、シントラの街並みね。これすごいわな。段がね、一つ一つ一つ大きくてね、膝にくるね。明日恒例の一段一段降りていくスタイル。10世紀頃にイスラム教徒のムーア人によって建築されたこのお城。キリスト教徒との紛争、レコンキスタが激しさを増し、12世紀にはポルトガルにこの城を奪われてしまいます。まさにこの世のエデンですな。あそこにペナのお城が見えますね。次の目的地はあそこです。それではペナ宮殿向かいましょう。こちらは当日券を買い求めるお客さんたち。
チケットを売っていたゲートから宮殿そのものへは歩いて30分かかるそうです。宮殿直前にはこんな坂も待ってるからね。来ました。目の前にガヤ宮殿現る。もうすぐだ。イチョウが綺麗に色づいてますな。おはようございます。諸事情あって今日はゆっくりめのスタートになりましたが、今日はリスボン市内の観光地を巡っていきたいと思います。リスボンの現在の気温は10度で晴れ、最高の気温ですな。マジ満員だから通過しちゃった。まあこういうこともあるということで、散歩がてら別の系統のバスを探します。トラムやバスを諦めてウーバーでベレンの塔まで向かいます。これが一番早い。ベレン着いたけどめちゃくちゃ人多いわ。公園に入ると早くも立派な姿が見えてきました。こちらがチケット売り場ですね。私はオンラインで買っています。みんな外からの眺めを楽しんでるのかな。こちらベレンの塔、大航海時代に河口を守る要塞としての役割を果たしました。この川に浮いてる感じがいいよね。ちなみに入場するまですごい人が並んでます。入るか悩むな。これだけ人並んでんのよ。500人ぐらいいるんじゃないかな。ベレンの塔から徒歩数分、発見のモニュメントが見えてきました。こちらが発見のモニュメント。エンリケ公開王子没後500年を記念して作られたモニュメントです。発見のモニュメントの脇にはテージョ川に架かる
4月25日橋も見えますね。発見のモニュメントの道挟んで反対側にはジェローニモス修道院。あ、地下から行けんだね。修道院の正面まで出てきました。ジェローニモス修道院、あそこが入り口なんだけど、見てこの行列。多分修道院の後ろまで回り込んでるね。恐るべし。大航海時代に稼いだお金をふんだんに使ったマニュエル様式。着工から観光までは約300年かかったそうです。今回は外観を見るだけで満足させてもらおう。修道院の隣のこちらの建物はサンタマリア教会。別の建物なんだね。昼飯を探します。お昼ご飯はこちらにします。ミョロ。写真もされてるから